こんにちは。ブログちょうどいい暮らしのノートを書いているあやこです。今回は我が家のワークスペースについて紹介したいと思います。我が家は 2LDK の賃貸住まいで、キッチンとダイニングの隣にあるスペースをワークスペースとして活用しています。日中は私と子供はここで過ごすことが多いです。ダイニング側から見て、左側が私のデスクで、右側がパートナーのデスクです。で、その後ろがキッズスペースとなっていて、子供を遊ばせています。狭い空間なので危険なものを全て排除することは難しいのですが、見た目、安全性、使い勝手のバランスを考えながら子供と共に過ごすためにできる工夫をしています。それでは紹介していきます。ワークスペースでの一番のこだわりはこの幅の広いデスクです。 DIY で作りました。幅は3メートル20センチくらいで、パートナーと並んで仕事をするのに十分なスペースで気に入っています。デスクライトは IKEA のものを使用しています。アームが伸びて自在に位置を変えられるのが魅力です。普段はデスク全体を照らすことが多いですが、やりたい作業に応じて手元に持ってきて手元を照らすことも可能です。ライトの取り付けはスタンドバーを使っています。石膏ボードの壁につけられるピンでパーツを取り付けて、木材を介してライトをネジで取り付けているという感じです。ピンの跡も目立ちにくいので、我が家ではこのスタンドバーを多用しています。スイッチは孫の手スイッチというものを使っていて、席を立たなくてもオンオフできるようにしています。続いてデスクの壁も少し紹介していきたいと思います。カレンダーは西祝さんのものです。どの月も素敵な絵柄で、あと2ヶ月で終わってしまうのがちょっぴり悲しい感じです。カレンダーは北欧暮らしの道具店で購入した壁掛けホルダーを使って取り付けています。マグネットで貼っつけるだけなので、とても簡単に取り付けられます。この紙は社会派ブロガーチキリンさんの著書で紹介していた30代の自分の残り時間を可視化する表です。これを見える位置に貼っておくことで時間を意識するように心がけています。机の上に置いているボックスには文房具やイヤホンなど、つい机の上に置きっぱなしになってしまいがちなものを雑多に収納しています。油断して机の上にこういった小物を置いておくと、子供が手をかけて取ってしまうので、常に片付けることを意識しています。ボックスはザで購入したものです。その他机の上に必ず置いているものがこのコースターです。裏側に粘着シートをつけて場所を固定して、飲み物を置く場所を決めています。特にコーヒーなど熱いものが子供に触れてしまわないようにするために決めた仕組みで、最初はうっかり手元にマグカップとかを置いてしまいがちだったんですが、夫婦でルールを徹底してここに置くように習慣づけしました。ただ最近これよ、こういった道具を使ってコップを倒そうとしてくるので、なかなか目が離せません。鏡はお化粧用のほか、子供の様子を確認するためにも役立っています。デスクに座っていると子供に背を向ける形になるので、後ろを振り向かなくても鏡越しに様子を確認できるので地味に便利です。続いて私のデスク周りの収納を紹介していきます。現在はあまり仕事関係で文具や書類を使うことが少なくなってきたので、ここでは私物なども合わせて収納しているところになります。こんな感じのオープン収納なので、引き出しやファイルボックスなどを組み合わせて収納しています。オープン収納の上段は国用のスチール製のレターケースを使用していて、そこまで使用頻度の高くない文具や小物を整理しています。といってもこんな感じで、そこまで中身は詰まっていない感じです。このケースは子供が引き出すので、引き出しの裏側に強力マグネットをつけて簡単には引き出せないようにしています。
その横には北欧暮らしの道具店で今日水買いしたメイクボックスを置いています。このボックスも滑り止めシートの上に置いて棚の奥の方に引っ込めておけば子供にいたずらされにくいです。下段の右側には組み立て式のファイルボックスに請求書などをまとめて入れています。本来はこの面を表にして並べるのが可愛いんですが、あえて穴がある面を奥にして収納することと滑り止めシートを設置することで子供が引き出せないようにしています。ここには子供に触られたくない漫画を収納しています。基本的に漫画はデジタル派なのですが、電子書籍化していない僕の姉ちゃんシリーズとか、あと紙でもデジタルでもどちらでも持っているこじこじを入れています。その下の無印のボックスの中にはポストカードとか古いノートやメモなど一生使わないかもしれないけどいつか使うかもしれないというどこのお宅にも存在する立ち位置のものの一時置き場にしています。続いてデスクの真ん中の収納です。ここには割と使用頻度の高いものを収納しています。上段にはプリンターとそれに関係する備品を置いていて、無印の木製のトレイには普段はコピー用紙を入れています。その下の同じく無印良品のコシャー箱にはインクを入れています。オープン収納の下段にある引き出しの中にはカード類や身分証などを入れています。こちらも先ほどの国用のレターケースと同様にマグネットと磁石がくっつくプレートを使って力を入れないと引き出せないようにしているんですが、ただ磁力が弱いのであまり意味がないっていうのと、そもそも手のひらを上にして手を引くという動作がまだできないようなので、今のところ効果のほどは分かりません。右側2つのファイルボックスには契約書や保証書など家中の書類を一括でまとめています。このファイルボックスも先ほどと同様に穴がある面を奥側にして収納しています。ただこれだけだとどうしても引き出せてしまうので、滑り止めシートと併用することで引き出されにくくなりました。一番左の幅の広いファイルボックスには梱包用の資材を入れています。普段使いのバッグは無印の壁につける家具のフックに引っ掛けて収納しています。子供の腰が座り始めた頃はかなり不安定だったので、この金属製の椅子の足が危ないなと思っていて、緩衝材を中に入れてアームウォーマーでカバーをかけていました。これもそろそろ卒業してもいいかなと思っています。以上、子供と共存するワークスペースの紹介でした。参考になれば嬉しいです。